再びチンコギです。鉄のチェーンがついているのでチェーンコギと呼ばれてます。まだね、桁の期間残ってるんですが、今日からチェーンコギ夜行ってみたいと思います。どこに行こうかが問題なんですけど、いろいろ行ってみましょう。今日はですね、もう潮が小さいんです。なのでちょっとチヌがあんまり入らないかもしれませんけど、一応いつも通り牡蠣の養殖場の周りからスタートしてます。でちょっとその様子を見て、で1番目の様子を見て移動先を決めたいと思います。夜でも車庫が予想通りチヌはちょっと少なめでした。ではちょっと移動してみたいと思います。これはひどい。もう移動しましょう。なんならカットやな。おお素晴らしい。なんとこんなどでか車ヘビー、すごいっすね。これこのサイズはなかなか見ない。オレンジじゃないですね。黄色。なんと大体オレンジなんですけど、ちょっとびっくり。普通にカニがおるし、夜だと。昼チンコン来た時いなかったですけどね。やっぱりカニは夜の方がいいんでしょう。素晴らしすぎる。これは昼チンコギの動画の時はね、これとチヌでしたけど、驚きですね。これも驚きだけど8分ねえわ。1、2、3、4、5全部で6。石金は全部で4でした。面が多かったのが嬉しい。さすがに2番続けてあそこまではいないでしょうが、1回でもいてくれれば嬉しい。アクセル多いという、なんという、そんなことあります？でも悪い時間が終わったのは終わってるんですよね。1、2、3、4、5、6、すでに。今日なんか来る前です。7、8、9、10。カニがすごいんでチヌ全然見てませんでしたが、これは小さい。チヌも結構入ってましたね。普通夕方でもう日が暮れたら消えるんですけど、多いんでしょうね。入るなんてこと自体が。石金が2つ、カニは1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11。多分ここら辺にはいるんじゃないか。12。なんと1番目より多いという季節。全部下に行ったんかなって前々回の動画で言いましたけど、行ってませんでしたね。1枚いてくれればもう嬉しい。2つナイス。すでにナイス。3つ。しかもサイズがいい。さっきは10、危な、13いましたけどちょっと小ぶりでしたね。一時拾えそう。4つ。このチヌの量でカニが1ついてくれればもうすでに最高です。カニ3枚。
てチヌは20キロほどでしょうか。一番波4でしたね。なんと切れませんね。潮の流れる方向が変わるまで続くんでしょうかね。あ、藻が入りだした。今度は玉木が寄った。レアです。寄ったら一応なんやかんや出てきますね。大きくなってもらいましょう。シャコもこんなとこでも1番3、4匹ずついますね。よっぽど多いでしょ今年。そして今季初めて見た初テナが今年初めて見ました。1キロありそう。でも諦めましょう。あれはおナイス。あれは嬉しい。もう切れたんかと思ってたんで2つは嬉しいですね。ナイス。嬉しい。そしてさらに切れたんかと思ったんで移動しようかなと思ったんですけど、もうしばらく行ってみましょうか。実はボーナスタイムでもあるんですよね。チヌも20キロぐらい多分いるんじゃないでしょうか。ナイス。こちらもナイス。ついにカニスラでした。カニスラだったんで移動したいと思います。潮の流れる方向変わったら藻がすごいですね。上り潮は底潮が緩いんでしょうね。こりゃお3枚も移動する途中でしたけど、どうしよう U ターンしようかな。3枚もいたらね、ちょっと U ターンかな。カニはおらんけど、あ、おった1枚いましたね。まあ、チヌさえいてくれれば、あとはそれとヒラメ、フグ来たら最高ですけど、フグがおそらくここでは来ないでしょう。お、2つナイス。こんなところに超ナイス。お、いいだろう。でもなんかおいしい。ちょっと今から最後までがあんまり良くない時間なので移動しました。よし、おもち今日いいと思うとったんですよね。いや今日全然みんな思ってたんですよね。やっと1本目。どうしてよかったか。これはめちゃくちゃいいじゃないですか。作戦成功でしたね。彼らは次の網に追ってくれるのでしょうか。今日2本目でか車エビ。今回のはオレンジですね。
帰りたいと思いますなんですが、最後ちょっとトラフグを狙ってみたいと思います。ただ潮が小さいんであまり期待はできません。いるとしたら今いるとしたら寄島の沖から佐見の沖にかけてなんですが、海苔のセットの中間ベタな筋なので、そこから寄島へ向けて漕ぎながら帰ってみたいと思います。歯ぎしり音がないんで、もうおらんの確定ですね。よいしょ。残念ですが雨の途中になんかおる。よいしょ、ラッキー。僕狙ってよかった。おやめ。では帰りたいと思います。お疲れ様でした。まぐれおやめ。お疲れ様でした。フグはスラでした。あらまあ。最後狙ったんですけどダメでした。チヌは140キロ、おそらく重い。140から150。やっぱりそんな石金とか見たことないけどな。増えたあんな面白く。石金といえば6月のイメージなんですけど。あとは秋かな。一時おらんくなったんだけどな、海から。また見えだして。ちょっとチヌ入っちゃってるけど。ここですとフグ。フグもこの時期こんなおったことないけどね。フグも去年の降水温で秋おらんかって死んだんかと思ったら、どっか逃げとったんだよな。おるな。あるになったわ。こちら。他にもあるが。そう。海苔あげた時より多いか。何？な。2つも。昼行った時おらんかったんだけど。すごいな。結構追ってくれて。よかったです。ほんまに。これでトラフグおったら最高でしたけど。それはちょっとあんまりよくはなさんほうだけどね。はい。ということでした。はい、お疲れ様でした。お疲れ様でした。皆さん今日もハードワーク部長お疲れ様でした。タンタカタンと赤タンタカタンです。視聴者さんがおすすめしてくださったので買いました。北海道白糠町産の厳選された赤しそと大雪山系の清冽な水で仕込んだ香り高いしそ焼酎です。なるほど、だから赤があるんですね。爽やかな風味、ここは読まんときましょう。こっちがしそ焼酎ですね。どうやらしそ香るお酒と書いてます。こちらは赤しそを5倍使用した赤タンタカタン、しそ味わうお酒。もうしそを味わうんでしょうね、そのまま。ロックソーダ割りジンジャーエール、もちろんロックでいきたいと思います。タンタカはアイヌ語でカレイ科の魚を意味し、ではいただいてみましょう。こっち開けたら絶対もうこっちがしその香り負けちゃうでしょうから。これはもう本当に焼酎の香りですね。もううわ、いいんじゃない。ものすごいしそ臭です。ではいただいてみたいと思います。かすかなしその香り、かすかってもかなり強いですが、これは若い人にもお酒が苦手な人にもおすすめできそうですね。これソーダ割りもいいって書いてましたが、確かにもうジュースっぽいんでソーダ割りとか抜群にいいんじゃないでしょうか。夏飲むと多分ソーダ割りで飲むととてもいいと思います。ではこちら、さすが5倍。もう埋め付けた時の汁、埋め付けた時のしそ食べてる感じですね。こちらももうジュースっぽいんでソーダ割りでガブガブ夏に行くととても美味しそうですね。どっちも美味しいですけども、こっち飲んだらこっちが刺激が足りなく感じます。それぐらいこっちがしそ臭がすごい。勉強になりました。おすすめしてくださってありがとうございました。で、今日はですね、以前視聴者さんからおすすめしていただいたこの三輪そうめん、激うま日本三大そうめんのうちの一つをおすすめしていただいた時に、さらにおすすめしていただいていた半田そうめん届きましたんで、それと神崎そうめん、島原そうめん届きましたんで、全部食べてみたいと思います。ふぐだし乳麺をおすすめしていただいて食べた時に、その時は小豆島の島の光を食べたんですが、我が家で一番人気の
そうめんなんです。ただ三輪そうめん食べた時にちょっと三輪そうめんが圧倒的に抜いてしまいましたが、今日もふぐだし乳麺でこちらいただいてみたいと思います。それにしてもこの三輪そうめんのこの白ひげはもう驚きましたね。これ本当に食べた瞬間の小麦の風味に驚きました。特徴違うそうなんで、今日は真ん中の手延べ技法の集大成がここにっていう、こちら黒色帯三輪の寿いただいてみたいと思います。今日はまずはこちらからいってみましょう。おお、美しい、色が綺麗、島原手延べそうめんです。機械製麺のそうめんとはその製造工程が大きく異なり、時間をかけて丁寧に熟成させながら作ることで茹で伸びしにくく、しっかりとしたコシと歯ごたえ、小麦の豊かな味と香りを楽しむことができます。うまそうじゃないですか。小麦の豊かな味と香りに惹かれますね。機械製麺とは異なるそうです。熟成させながら作ってどんな味なんでしょう。やっぱりちょっとコクが出るんですかね。はい。では島原手延べ乳麺いただいてみたいと思います。ふぐだし乳麺です。今日はですね、乳麺のコメントをいただいた時にふぐと昆布でとコメントいただいたんですが、動画で上げた時はふぐだしだけで言ったんです。今日はふぐと昆布だしで出し取ってます。いただきます。機械じゃない作り方どんなんなんでしょうか。ツルツル食感、コシはさほどなく、小麦の風味もないことはないですが、小豆島の島の光ほどはないですね。ということで三輪そうめんよりも、三輪そうめんはですね、島の光よりさらに風味強かったんで、三輪そうめんに比べるとさらにないことになってしまいますね。これはどうじゃと。どっちかというとイボの糸ねとか。まあ確かに食感と、イボの糸もっと細いですけど、確かに飯島さんの言う通りにイボの糸の感じに近いですね。柔らかい、コシがあんまりある感じじゃないな。個人の好みの感想としてはですが、どうしても我が家が島の光推奨なんで、島の光を基準でちょっと評価させていただくとですね、風味、コシ、喉越し全てにおいて島の光のが自分は好きでしょうか。次は神崎そうめん行ってみたいと思います。約390年の歴史を持つコシの強さとツルツルした喉越しが特徴のブランドそうめんです。無添加油不使用。油不使用、そうなんですか。で製造されるものも多くなので、自分が買ったやつがそうなのかどうかは分かりません。製麺所によりますよね。神崎そうめんです。ちょっと太い、先ほどのよりは太いですね。いただいてみたいと思います。持った感じはもう硬い。香りはさっきの島原そうめんより太い分濃いですが、小麦の香りなんかなこれ。でも小麦の香りか。島の光から感じる小麦の香りや三輪そうめんから感じる小麦の香りとはちょっと違う感じの小麦の香りですね。島の光を基準に考えると、島の光の小麦の香りの方が自分も好きかな。あと食感はもちもちはしてません。どちらかというと硬い食感です。分かりやすく言うとビーフンじゃないですよ。全然ビーフンじゃないですけど、分かりやすく言うとビーフンですかね。自分が知ってるそうめんのコシとは違います。今まで感じたことのないそうめんのコシと食感ですね。これは製麺所によるんでしょうかと、評価だいぶ分かれるんじゃないですかね。正直に感想を言うと、自分がそうめんに求めているものとちょっと違う感じでしょうか。とにかく硬いです。麺がもちもちしない、コシがあるという感じではないですね。香りはとてもいいです。続いて半田そうめん行ってみましょう。徳島県剣町、江戸時代から続く約300年の歴史を持つ手延べ麺です。最大の特徴は一般的なそうめんよりも太い。確かにもう見た感じ太かったですね。冷麦かと思いましたが、職人が手作業でこねてよりをかけ引き伸ばすという工程を繰り返し30時間以上かけて作られます。これはすごい楽しみです。はい、どうぞ。半田そうめんです。太いそうめんなんですね。一応これ定義上多分ギリギリなんでしょう。いただきます。なるほど、これは分かった。これはですね、うどん好きの人が食べるそうめんですね。太いんでも食感がいいのはもちろんですけど、喉越しがとってもいいです。もうほんとうどんやなこれ。島の光と比べるとこれは
島の光の方がですね、ただ小麦の香りがやっぱ最初の一口プッときますね。これは島の光に比べると香りは少ないです。ただもう喉越しと食感すごすぎるんで、気分によってっていう感じでしょうか。うどん好きの方にはこれはもう本当おすすめできるそうめんです。では最後に三輪そうめん行ってみたいと思いますが、日本三大そうめんのうちの一つだそうですが、日本三大そうめん調べると三輪そうめん、播州そうめん、小豆島そうめんだそうです。はい、お待たせしました。では三輪そうめんの真ん中のやつ、三輪の寿手延べ技法の集大成がここにはいただいてみたいと思います。もう見た感じがもう美しいですね。ちょっと黄金色に見えるな、気のせいか。いただきます。やっぱりちょっともう自分の中ではですけど驚きの美味しさ、この細さでこの歯ごたえ、この食感、この喉越し。以前食った白ひげより小麦の香りはありませんけど、そうめんとしての完成度の高さがすごいなこれ。あくまでも個人的な好みですが、三輪そうめん圧倒的ですね。本当にうまいこれ。いろいろおすすめしてくださって本当にありがとうございます。とても勉強になりました。今回もご視聴ありがとうございました。ちゃんとどれじゃった？太いのかな。半田そうめん？確かに半田そうめん美味しい。はい、終わりです。